ご理解第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。親鸞上人は、善人なおもて往生を説く言わんや悪人親ということを残しておられるそうですが、親神の心を痛いほど捉えたお言葉だと思います。善人悪人を問わず、神様助けてくださいという心を起こしたら、おかげが受けられるのは氏子助けたしの心願の表れであります。氏子助けたしの心願の表れですと。その氏子を助けたいという神様のお心の表れ。それが例えば負い目をいただく。その負い目の中に神様がこれが本当だということを教えてくださいますね。私どもの今までの誤った考えを正してくださる。そういうお働きがあると思いますね。今朝は面白いことをいただきましたが、その一つは、人間は過去を変えることはできない。しかし、その過去を生かすことはできる。そして、未来を変えることができる。というのですね。過去を変えることはできない。けれども、過去を生かし、未来を変えることはできる。というのです。その一つとしてということかもしれませんけれども、私の今までの考え違いというものを負い目の中で今朝は教えていただいたように思います。それは私は教会ですね。教会というものは取り次ぎの者がいて、その神様の願い、そして氏子の願い、その間を取り持つ。いわば神様と氏子と取り次ぎ者の何というのでしょうか。その三者の関係を何と言ったらいいのでしょうかね。司るところ、司るというのもちょっと変ですけれども、その氏子と取り次ぎ者と神様とが会うところというのでしょうかね。そういう場所だと、空間だというような認識でした。いわば教会というところは、氏子と神様と取り次ぎ者がその取り持ってくれるところといったようなところでしょうか。そういう認識でしたけれども、今朝いただきます負い目では、もちろんそういうこともあるのでしょうけれども、そればかりではない。氏子同士が集うところ、そして氏子同士の何というのですかね、互いに励まし合い、いわゆる協励の場ですね。そういう互いに氏子同士が集い合い、励まし合う、そういう場を提供するところでもあると。いわば教会というところは一つの氏子のコミュニティというのでしょうか。
そういう機能も果たすものなのだということを今朝はお夢の中で教えていただきました。今までそういうことは私は思ったこともありませんでした。ただ教会というところは氏子の願いを神様に取り次ぎ、神様の願いをまた氏子に取り次ぐ、いわば縦の線であったわけですね。それが今度はその氏子同士の交流の場でもある、協励の場でもあるという横の線を作る場所でもあるということをお夢の中で教えていただきました。いわば私の今までの考えが誤りであったということなのですね。そして新たに新しいこと、いわばより本当のことを教えていただいたということになりますね。ですから今まで教会というものに私が教会はこういうものだとイメージしていたものがそうではなかった。本当はこういうものだということを神様が教えてくださったわけですから、また新たな教会像というものが私の中にできつつあります。いわば私どもが過去に思っていたこと、考えていたこと、あるいは行ってきたこと、それはもう変えようがありません。しかしあれは間違っていたということがわかる。いわば過去の過ちがわかる。そうすれば未来においてそれを修正していくことができる。新たな未来をまた変えていくことができるわけです。その過去をいつまでも正しいと思い、そのまま引きずっていたのでは未来も変わることはないでしょう。しかしその過去に考えてきたこと、行ってきたこと、あれは間違っていた。こちらの方がより良い、より本当の道があるということが分かれば、そこから未来を変えていくことができるわけです。過去は変えることはできないけれども、未来は変えていくことができるのだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。